皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、韓国の物流網が崩壊するかもしれないというニュースを取り扱っていこうと思います。なお、こういった話をするときは、元となる話は結構小さいもので、それにいろいろな推論をくっつけた上で、韓国経済崩壊といった話をする方は結構いるわけですが、今回の韓国の物流網が崩壊するかもという話というのは別に私がそのようにして話をどんどんと古代に表現した話ではありません。韓国の報道機関がこのままいけば物流網が止まってしまうかもしれないと本当に報じているからです。その原因となっているのが尿素水が中国から入ってこなくなったという問題です。この尿素水というのは排ガス規制を乗り越えるために必要とされる物質で、これがないとそもそもエンジンがかからないようなトラックなどが続出するようなことになってしまうと言われています。そしてこの必要となる尿素水というものを韓国は中国に全面的に依存しており、その中国が韓国への輸出を大幅に絞るようなことになったため、韓国経済、そして韓国の物流網を支えるトラックなどが一斉に止まっていくかもしれない、そのような危険性をはらんでいる出来事が進行中なのです。そのため韓国では中国に泣きつくとともに、中国以外の尿素水を作っている国に対して何とか輸出してくれないかと外交的にも泣きつくような事態へと発展しています。それでは韓国でどのようなことが起こっているのかニュースを見ていきましょう。尿素水大乱に韓国 COP26 で尿素売ってほしいと泣きつく。全国的に尿素水が品薄となる中、韓国政府が第26回気候変動条約締約国会議COP26 でも中国とインドネシアに尿素輸出支援を要請したことが確認された。2030年の国家温室効果ガス縮小目標を達成するための各国との二国間会談の席でも尿素輸出国に尿素を売ってほしいと泣きついたのだ。英国であった中国とインドネシアに輸出要請。環境部の長官は先月31日からCOP26 に参加した主要国と国際機関代表13人と会い、環境協力を強化することで合意した。この席で長官は中国とインドネシアの長官に尿素水輸出を再開してほしいと要請した。長官は4日に中国生態環境省の次官と会い、尿素輸出ができるよう中国側の積極的な協力を求めた。これに先立ち3日にはインドネシア環境省と覚書を交わし、最近台頭している尿素水供給不足を解消するため、輸出量拡大など積極的な関心と支援を要請するとした。インドネシアは中国に次いで2番目に多くの尿素を韓国に輸出する国だ。COP26 は環境規制についての話し合いをする国際的な集まりだったわけですが、その席において尿素水を売ってくださいと泣きついたその原因となっているのはこんな事情があるからです。尿素水時限爆弾。残りは1から2ヶ月分。最悪時は配達網崩壊。尿素水の品薄が韓国の産業界全般に拡散している。産業の欠陥と呼ばれる物流網が打撃を受け、流通だけでなく自動車、鉄鋼、建設など産業界全般に波紋が広がっている。尿素水不足の解決が遅れる場合、トラック200万台だけでなく、経由車の生産ラインや建設現場がストップし、被害額の算定すら容易ではなくなるだろうとの懸念が出ている。まず尻に火がついたのは宅配と流通業界だ。7日の業界によると、新型コロナウイルス流行の長期化で配達量が増えている宅配会社と流通会社は尿素水確保線に死活をかけている。運送を担当する車両の相当数が経由車であるため、尿素水が不足する場合には配達網そのものが崩壊しかねないためだ。品薄が長期化する場合、物流車両の運行は保証できず、配送大乱が発生する可能性が高い。大型マート関係者は、納品車両の5台に1台が尿素水を補充しなければならないユーロ6適用車両。尿素水不足が長期化する場合、配送日程を調整しなければならないと話した。建設と鉄鋼業界も、尿素水の品薄状況を鋭意注視している。建設現場にも尿素水を補充しなければならない建設用機械が少なくないためだ。建設業界ではすでに尿素水の品薄が長期化する場合、建設現場が止まるのではないかという懸念が出ている。コンクリートを積み出すレミコン車両が代表的だ。業界関係者は、レミコン車両の2台に1台が尿素水を使用する車両。尿素水供給不足は10月に始まったが、今月末には尿素水需給が厳しくなるものと認識していると話した。そういった話になっている原因は何かというのがこちらの記事です。日本、アメリカでは供給問題ないが、
韓国で尿素水が不足する理由。尿素水の品薄現象は世界主要国のうち特に韓国で深刻だ。原材料の大部分を中国に依存している上、他国よりディーゼル車が相対的に多いことが原因に挙げられる。政府機関と自動車業界によると、中国は尿素水の原料となる尿素の最大生産国だ。今年1、9月の累計基準で中国の尿素輸出量のうち半分近くがインド、2番目に多い 14% が対韓国だった。韓国はほとんど中国に依存している。韓国が今年輸入した尿素水の原料の産業用尿素は 97.6% が中国産だった。こうした状況で中国がオーストラリアとの石炭紛争による自国内の尿素生産減少と供給問題で突然輸出制限措置を取ると、その影響を韓国がまともに受けた。アメリカ、日本など他国では乗用車だけでなく貨物車もディーゼルエンジンの比率が相対的に低く、大きな打撃はない。ディーゼルモデルが全体車両の 40% 以上を占める EU でも尿素水不足自体は深刻でないという。ヨーロッパは自主的な尿素供給システムが整っていて、中国への依存度が低いためだ。韓国ではディーゼル車の比率が高い。国内車両およそ2600万台のうち、ディーゼル車は1000万台と推算される。最悪の場合、尿素なしで運行。事態の長期化に備えるべきという声も出ている。中国政府の尿素水輸出制限は、石炭不足に起因するため、冬季が終わるまでこれを解決するのは容易でないからだ。政府関係者は、最悪の場合、尿素なしに車の運行を一時的に許容する案も検討してみる必要があるとし、ただ、環境規制、技術問題のため簡単なことはないと述べた。実際尿素水がなくても車両は走行する。しかし政府が粒子状物質を減らすため2015年9月にユーロ6と呼ばれる環境規制を施行し、経由車に尿素水投入を義務付けた。ユーロ6適用車両は尿素水がなければエンジンがかからないよう設計されている。政府が許容すれば車両の運行も原則的には可能だ。ただそのためには2種類の先決課題が必要となる。まず政府がユーロ6のような環境規制を一時的に解除しなければならない。ただこれを許容する場合、ガス排出が急激に増えるため、環境部は反対する可能性が高い。技術的な問題もある。現在国内貨物車の大半は、ボッシュ車の排ガス低減装置を使用している。尿素水なしに車両運行を可能にするには、ボッシュ車がロジックシステムを変えなければならない。政府関係者は、尿素なしに車両の運行が技術的に可能かどうかも未知数だが、準備時間もかなりかかるとし、最悪の状況を考慮すると、今からでもこれに関する検討をする必要があると述べた。イギリス・グラスゴーで行われた COP26 というのは、CO2 の排出量の削減問題に取り組んだり、その他、温室効果ガスとして強烈なメタンの排出量などについてもこれを削減しようといった、いわば環境問題について話し合う場です。決して尿素水を売ってください、売ってくださいと頼み込むような商談の場では全くありません。ですがそのような場において必死で頼み込んでいる理由というのは、韓国においてはこの尿素水が足りないことによって本当に物流網が止まってしまうかもしれない。その他産業的に必要なところも同じようにして活動が大幅に制限されるかもしれないとかなり焦っている状況だからです。この尿素水を使うことによって環境規制を乗り越える、そうしたためにどうしても必要となる物質です。ですからこれがないということは COP26 のような環境規制について話し合う場において、我が国では尿素水が不足しているから排ガス規制なんか取っ払いますよみたいな話へとつながってしまうわけです。これは国際的な環境規制を話し合おうという機運が高まっている中においては、世界の動きと全く逆行する形となり、国際的にも恥さらし的なニュースとして取り扱われる可能性があります。一方においてインドネシアに対してもっともっと作ってよ、そして輸出してよと泣きついているわけですが、インドネシアがこの要請にどれだけ応えられるかというのは今のところ未知数です。なぜならば尿素水というのは決して高額な商品ではありませんから、一気に増産してくれと頼まれても、どうせ一時的な需要の高まりに過ぎないと考えれば、設備投資などをすることはほとんどないでしょう。ですから韓国が求めるように一気に大量の尿素水を輸入することが可能かどうかというのは今のところ不透明です。なお今回の記事でもご紹介されていましたが、韓国以外の国においてはこの問題というのは今のところ大きなニュースにはなっていません。例えば日本の場合だと、この尿素水についてはかなり自国内において生産が進んでおり、必要な量については必要な分だけ日本である程度確保することができるような体制になっているようです。
ちなみに今回の記事では書かれてはいませんでしたが、韓国は記事の中にあったような中国、インドネシアだけではなく、オーストラリアなどに対しても尿素や尿素水の輸出要請などもかけている状態であり、なんとか世界中の余っているところ、もしくはある程度備蓄のしてあるというようなところから購入を進めようとしています。しかし産業界からは手配して実際に韓国に届くまでにはどうしても時差が発生しますから、このままだと本当に物流が止まってしまうかもしれないと政府に対する突き上げなども起こっているようです。そのようなこともあって、ムン・ジェイン大統領は何とかこの問題に対処すると宣言し、飛行機を飛ばしてでも緊急輸入をしたそうです。しかしその緊急輸入したその量というのは韓国1日分にもならないような量で、あくまでも政治的な仕事をやってますよというようなアピールに過ぎないものでした。この問題、地味に韓国経済にダメージを与えるものですから、この後大きなニュースへと発展するかもしれません。もしくはそのような問題を回避するために環境規制について取っ払って排ガスはもう汚れたまま出してしまえばいいやという、そういった方向にムン・ジェイン大統領が舵を切るかもしれません。韓国での尿素水不足というのは一見地味なニュースではありますが、確実に韓国経済にダメージを与えるような出来事として、この後も事態が悪化していくかもしれません。そしてそのような時に韓国政府は何もできないよといったことが今後もニュースになるかもしれません。もちろんそのようなことというのは経済的なダメージと同時に、実はこの裏で進行している韓国の大統領選などにももちろん影響してくることでしょう。というのも現在韓国では大統領選に向けての候補者たちの今まさに論戦が行われている最中であり、与党系野党系の力関係で言えば野党系の人たちの方が圧倒的な支持率を集めています。ですから今回のような出来事というのが政府の無能さをさらけ出すようなことになれば、当然のように野党系の候補者が次の大統領選で勝つことが決定します。そのようなことになればムン・ジェイン大統領は様々な問題について今後追及され、今までの大統領と同じようにやっぱりなと思われるような形で刑務所へと送られるかもしれません。といったわけで今回の動画は、韓国が尿素水不足でもしかしたら経済的な打撃を大きく受けるかもしれないし、今後の政治状況においても決して無視できないような影響力を持つかもしれないというお話でした。それでは動画は最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをぜひともよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。